皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。前回の動画で我が家の食料備蓄の方法をお伝えさせていただきましたが、多くのコメントをいただきました。私が知らない情報も多々あり、大変参考になりました。本当にありがとうございました。さて、食料備蓄の実践編の2回目ということで、今回は具体的な保存方法と考え方について情報をシェアしようと思います。あくまでも私の判断と考え方ですので、皆さんの備蓄の参考にしていただけたらと思います。我が家は米が大好きなので、食事のメインは米を軸に考えています。そしてその保存方法で一番コスパがいいのは玄米だと判断しています。栄養的にも精米された米よりも優れていますし、何よりぬかや胚芽はそのままなので米の長期保存に優れていると思います。難点は7時間も水に浸しておかないといけないということもあり、すぐご飯を炊こうと思ってもできないというところです。パートナーはこれは無理ということで、保存は玄米、家庭用精米機購入という流れになるかと思います。家庭用精米機、結構高いんですよね。頭が痛いです。よってまだ買ってません。食料の保存で気になるのは賞味期限だとか、腐ってしまって食べられなくなるということでした。食品の風味を損なう大きな原因は酸素、いわゆる酸化なのですが、風味が悪くなりますし、カビが生えたり虫がついたりすると、そもそも食べることができなくなってしまいます。そうなってしまいますと、せっかく備蓄したものが無駄になってしまいます。そこで我が家では画像のような真空パック機を思い切って購入し、玄米を2キロずつに分けて保存しています。もちろん酸化防止剤と乾燥剤も入れているので、2年くらいは保存可能なのではないでしょうか。酸化防止剤についてはネットで調べたらカイロでも代用ができるということで、当初は北海道を袋に入れて真空処理していたのですが、食品用の脱酸素剤、乾燥剤を使用した方がコスパが良いことを知り、今では北海道は使用していません。この真空パック機ですが、いざ購入するとなるとその選択に悩みました。真空パックに使う袋はその機械専用じゃないとダメだとか、吸い込む力がいろいろ種類があるとかで、何を買うかを決めるためにYouTube でレビュー動画を見てかなり時間をかけて検討しました。そんな私が選択したお米をはじめとする食品の長期保存を可能にするグッズの情報は概要欄にリンクを貼っておきますので参考にしてください。ちなみにこの真空パック機に決めた理由は、使用する袋は専用袋ではないこと、そして吸引力が業務用で使用できるくらいの力があることです。もっと安いものはいっぱい出ていましたが、肝心の吸引力が弱かったり、専用袋を買わなければならなかったりと、買ってからのコスパが悪いなという判断でした。お米に関して言うと、無農薬などの体に良いものが売っていたりしますが、正直高すぎて買えません。無農薬で作るというのは農家さんの手間はかなりかかっていますので、高くて当然なのです。しかし現実的には予算の限界もあるし、まずは生き延びることを優先順位に置かなければならないと考えて、とりあえず普通のもので備蓄しています。私が購入している玄米は30キロで税抜き9000円前後の新潟産コシヒカリです。ビバホームで購入しています。我が家の年間消費量は180キロ必要ですが、あと1回30キロを購入すれば目標達成です。お米はすべて玄米ではなく、もし水の入手が困難になっていることも考え、無洗米の備蓄もしています。そんなに量はありません。20キロくらいです。当初砂糖の切り餅を購入していた時があったのですが、コスパがいいのはやはりお米だということに気づいて方針を変えました。ただ変化をつけた食生活は非常時には精神的にとても良いことだそうなので、選択肢としてはありだと思いますし、実際切り餅も備蓄しています。お米の次はパスタです。この食材はすでに乾燥はしていますし、未開封なら3年は保存可能ということで優れものです。弱点は湿気なので、それさえ対策すればコスパもなかなか良い食材ですよね。ということで我が家では先ほどの真空パック機で保存していますので、保存に大敵の湿気とカビ対策も完璧です。同じ要領でうどん、そうめんも真空パックします。さらにインスタントラーメンも真空パックしています。もともとのパッケージでは空気の遮断には限界があるので、少し開封した状態で真空パックです。カップヌードルは食料備蓄のリストには入れていません。理由は保存にかさばるからです。食材的にはとても好きなものなので、今後は購入するかもしれませんが、
他に優先順位が高いものがありますので後回しです。他にはティーバッグの麦茶、コーヒーは欠かせないのでコーヒーも真空パックしております。大豆もこんな感じで真空パックで保存しています。最近ではお菓子類も少しずつ購入し真空パックしています。チョコレートを食べるとすさんだ気持ちも多少持ち直すかなというわけです。ということでこの真空パック機は多少お値段は張りますが使用頻度が高いし、何より命をつなぐ道具として買ってよかったものの一つですね。こうしてとにかく安い時に少しずつ買い増ししておりますから、結構在庫も豊富になってきました。それにしてもこうしている間にも世界情勢は目まぐるしく動いていますね。日本国内においても老舗の製缶会社の倒産がありました。もちろん倒産理由というのは原料コストの値上げだけではないのでしょうが、我々の生活にはかなり関係のある会社です。製缶会社というとピンとこない方もいるかもしれませんが、缶詰の缶を製造している会社です。製缶に使用する鉄、レトルトパックに使用するアルミニウムも原料調達に支障が出てきているそうなので、そういった材料を使用した食料がスーパーからなくなる可能性が出てくると予想しています。原料調達に支障が出て缶詰がなくなるという現象は海外では起き始めていることなので、日本で起きない理由がないと思うわけです。いかがだったでしょうか。食料備蓄の実践編ということで、主食である米、パスタにフォーカスしてみました。すでにお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、今世界で起きているエネルギー問題から発生した食料危機は明らかに戦争による影響です。つまり今日本は戦時中であるという認識が必要なのかもしれません。なので備蓄という感覚から一つギアチェンジしてサバイバル的な発想が必要だと感じています。もちろんどう感じるかは自由なのですが、冬を迎えているヨーロッパ諸国の庶民の生活の情報を集めれば集めるほどそれを感じます。いつもあって当たり前だった電気、ガス、食料がなくなる日、それが現実に起きています。今のところ平和に暮らすことができている私には想像ができませんが、ここはフルに想像をかきたてて準備するしかありませんね。今後の実践、食料備蓄についてはおかず編、電気、ガス編についても動画を作っていきたいと思っています。電気が止まってもガスがなくても生きられる知恵をお伝えできればと思います。楽しみにしていてください。2023年は全く今の状況と変わってくることになります。ぜひ共に今できることをやりきっていきましょう。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。またよろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。